院本学学んでマンデーということで、今までいつもやっている公開授業イベントだけでは見せきれない私たちの魅力を K さんに存分に見ていただく番組なんです。はい、私たち桜学院は学校生活とクラブ活動をテーマに活動していて、いろんな分野で個性を全開に花咲かせていく成長期限定ユニットなんですけど、うちらのさ授業にさ絶対欠かせないさ素晴らしい先生がいるじゃん。そういるね。素晴らしい先生今日来るのかな。来るかな。多分もうそろそろ来る時間だと思うんですけど、遅刻だね。そうだね。つなげてるのかな。森先生というのは私たち桜学院の担任の先生なんですよ。そうね。森先生くんで顔パスで入ったって言ってた。しかもさ、森先生そこにいるから。いやいやいや、どうもすいませんすいません。ねえ、すいません、桜学院の頼れるエアバッグこと森林です。ね、しょっぱな噛みましたけれども、どうもすいません、森林と申しますけれどもね、一応担任をやらせてもらってまして、皆さん今のね始まりの1分間を見て分かるようにガチガチです、この人ですね。水野もね、もう台本を必死に覚えてきた感じが丸出しで、みんな一字一句読もうとしてますけど、いいんですよそういうのは。なんだこの反応のなさは、怖すぎますよ。特に何ですか、もつさん。緊張すぎて話を聞けないで全然通ってくる。やめてくれよお前、俺ですら緊張してるし、もう一発目だからね、スタッフさんがみんな浮き足立ってるからね。でしかもね、これ本当に生ですから。本当に生です生です。だからもうだいぶ事故ると思います。先に言っておきます。この番組はですね、桜学院を一発目に任せたテレ朝さん、あなた方が間違ってますよ本当に。これはもうミスキャストですけれどもね、それでも、とにかく自由に、もう台本本当気にしなくていいです。もうほら、普段のライブでは皆さん結構硬い感じでさ、しっかりこうフォーメーション決めてるわけでしょ、この番組ではもう生々しい桜学院、そういう感じ。もうダメな部分をドロドロ皆さんに見てもらいましょうよ。しかも地方の方とかも見れるってことですよね。そうですそうです、そういう優等生発言とかいりませんから、菊池さん、はい、出ましたね早速。いいんですよ、もっとダメな菊池さんをね見せていただいて、もう水野さんもね始まった途端に水をぶちこぼすというね。なんで言うんですか。いやいや、言いますよ。もう水野が最初俺が出てくるまで一人で仕切るっていうので、もうガチガチがすごかったよね。番組が始まりましたからね。番組がっつって大丈夫ですか。はい、ちょっと待ってください。俺が黙ると急に静かになるのやめてくださいね。トーク委員長、ここはあなたの見せ場なんですよ、ここは。でもなんでユナのが後ろにいいんですか。トーク委員長なら普通前に確かにね、のつはね、いつもそういうポジションでね、今日も苛立ってるという。不満です。いやでもほらね、他にもね今日来てないメンバーとかもいるし、立ち位置とかももうその出来次第では変わってくるかもしれないしね。はい、さあじゃあ早速始まってね、皆さんを知らない方もいると思うんで、自己紹介というか、僕がいつも出席をね、取らせてもらっているんですけれども、そういう形でちょっと自己紹介をね、していきたいと思います。はい、まずはじゃあ皆さんで一人ずつ、じゃあ僕が呼んだら自己紹介を。まだ緊張してるのか、水野。いつも言い慣れてるやつだよ。いや自己紹介初めての人、もしかして。いいですね。はい、じゃあ出席を取ります。まずは菊池。はい、いきます。ちょっと待ってください。はい、返事だけで終わろうとするのやめてくださいね。最も愛を大切に、中等部3年生徒会長の菊池真です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんか意気込みとか言ってくださいよ、せっかくこの。ロガール。それは意気込みとは言いません。ロガールはただのポーズですけど。これはいろんなアイドルさんが出るじゃないですか。ああ、そうですそうです。しかも木曜日だっけ、水曜日に武藤あやみちゃん、私たちの卒業生の武藤あやみちゃんが出るので、ちょっとなんかいろいろ面白いねコラボとかもいろいろできたらいいなって。確かにね、楽しみにしてます。おしゃべり上手ですからね、ちょっとあそこを超えれるようにちょっと頑張って番組作りをね、していきたいと思います。続いて水野。はい、桜学院中等部3年プロデュース委員長の水野優衣です。よろしくお願いします。水野あるだろ、だから水野らしさ、水野らしさ。緊張しすぎて、カメラが怖いです。怖いんだもん。大丈夫、そんな人がね。皆さんそんなドキュメントを楽しんでください。顔が白すぎるというカンペが出てますからね。水野さん顔白いっていう、それどうしたらいいんだろうという、そのカンペでね。
はいはいはい、じゃあ頑張って顔を赤くしていきましょうね、どんどんね。さあ続きまして田口。はい、皆さん元気ですか？イエーイ。元気があれば何でもできる桜学院中等部3年キア委員長のせーの田口花。よろしくお願いしますよろしくお願いします。確かにスタジオにね、ディレクターさんとお偉いさん1人しかいないんでね、反応が返ってこないのがね寂しいですけれども、皆さんぜひカメラの前でね、これね、ダーとか言っていただけると、ね、コメントとかもなんかこれで送れるんですか？皆さんのご意見がこっちに届くようになってるんで、はい、ハッシュタグロガールで、はい、ぜひ送っていただきたいと思いますけども。さあ続いていきましょう。続いてはノッツ。はい、皆さんいませんけどいきますよ。ゆなのじゃないよ、ゆなのだよ。ありがとうございます言ってる想定でね、言ってます。中等部3年トーク委員長の野津井なのです。本当すごい緊張してて顎が動かないですそんなことある？顎が動かない。ちょっとずっと笑いながら喋ってる状態なんですけど、はい、まあ、とにかく喋れるように頑張ります。よろしくお願いします目標低いですね。喋るのは基本ですからね、もうね、目標低いトーク委員長でございます。さあそして、中等部2年からね来てくれました磯野。はい、中等部2年、名前だマジで名前ど忘れする人いる？はい、中等部2年磯野里乃です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんだ磯野ね、中3に紛れて中2が1人こう入ってきましたけど、でも意外となんか自分らしく自由に楽しめばいいかなって思いますよ。お前だけが頼りだわもうこの4人の緊張感からするとお前だけなんかすごい穏やかだわ。してないでしょ緊張。はい、はっきり言ったよ、俺もしてるというのにねはい、じゃあでもまあこの5人に加えて桜学院というのは何人組なんでしたっけね？はい、あと大ヶ崎と白崎と倉島空と山井出会子と岡田めぐみの5人をプラスした10人で今日も元気に成長中です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。見てるんですかね、他のねメンバーたちはね、多桜学院分今、のでも新幹線乗ってること新幹線途切れになりながら電波を探しながら見てるメンバーとかもね、いると思いますけれども、じゃあ早速ですけれども授業をね、始めていきたいと、公開授業というねのをよく桜学院でやってるんですけど、この番組でもちょっと授業っぽくもうね、桜学院らしさが出るようなちょっとね、形でやっていきたいと思います。それでは行きましょう。起立。はい、立つんですか？立ちます。すいません。もう取ったもうこれは想定外でもう誰かが切れてますけどいいですね。気をつけ。礼。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。着席。はい、もうこれでもう段取りはほぼ終わったようなもんなんで、あとは皆さんの言いたいことをガンガン言ってもらうということなんですけれども、まずね、1時間目に行いたいのはすごい飲んでる人よ、すごい飲んでる人よ、そんなに飲むの？もう F じゃないのお前だけ減りがすごいな本当に。はい、ということで1時間目は歴史でございますね。まずはですね、多分知らない方もいらっしゃると思いますんで、桜学院のこれまでの歴史をね振り返っていきたいなと思いますけれどもね、はい、年表があるんですか？どこかに年表があるんですね。森先生焦りすぎですよ。焦りすぎる、年表俺そういえば一回も見てないわ。あ、これ違う。いや、いいですね、この感じ、このねフレームアウトのこの感じ、モニターに出ました。桜学院の歴史ね、こちらをちょっと見ながらいいですね、手作り感がすごくて、まず2010年の4月に開校しまして、オリジナルメンバーね、先ほど水曜日も担当する武藤あやみ、そして三好彩香、松井愛理、中本鈴鹿、堀内まりな、飯田ラウラ、杉咲ねる、佐藤ひなたの8人だったと。つまりこのメンバーはみんな転入生。みんな新しくね入ってきたメンバーです。これみんなね今こうね名字だけだとあれかもしれないですけど、すごい活躍してんだよね。そうですね。卒業生たちがね、例えばどんな人がいます？さっき言った武藤あやみちゃんはもちろん、あと松井愛理ちゃんとか、あれね、出てるゼクシーでいっぱいプロポーズされていた松井さんとか来るね。時にさ、愛理ちゃんのさポスター見た。あ、ポスターだって。チョコレートのやつ。松井のそういうのを感じながら、なりたいなと思いながらね頑張っていたりするわけですけれども、さらにそのちょっと後8月ですね、水野
菊池が転入してきたと、ここから2人の歴史はね始まるわけですけれども、これどうだ転入してきた時の気持ちっつうのは。正直ね、うちら、最初普通にオリジナルメンバーとして活動してたんですよ。最初にこれ、話したことないよね多分。いいじゃん、そういうの聞きたいんですよ。そういうの欲しいんです。最初に、私たちは本当は一緒にデビューするっていうか、本当はもう転入するわけじゃなくてもう10人でデビューするという、最初にこの10人で出るって思ってたんですけど、私たちは転入生としてなって、本当これ喋っていいやつだかもこれ分かんないけどさ、なんか演出的な部分出てきちゃってるけど、なんかそっちの方がそのおかげで私たちが桜学院の転入生の第1号として出れたので、なんかそのきっかけを作れたのがすごく嬉しかった。なるほどね。どんどん転入というその後どんどんね転入していくシステムがあるけど、転入生の第1号第1号です。第1号という形でね紹介されましたけど、水野はどうだったのよ。最初ですか？水野書いてねえぞ台本には。お前はもう台本はもう捨てちまえよ、お前の台本はもう。お前は頼りすぎる、お前はもうお前の言葉でいけ。最初は、でもゆうもオリジナルメンバーとして活動するって言われたので、正直転入生って言われて、みたいな。同じこと言ったな2人で今。だって同じ気持ち？同じ気持ち。そこはね結構2人でね同じ気持ちでね同期ということでね、そこの絆も結構あったりすると思いますけれども、じゃあ年表続いていきますか。年表出ます？年表出ないともう僕がもう慌てちゃいますよ、もうこれ。出ました。そして8月7日東京アイドルフェスティバル2010にてイベント初参加、ここで、初めてこう桜学院がスタートしたというか、皆さんにお披露目されたというかね、ここはいたんだよね、水野と菊池は。いました。ここで登場したんだっけ？ここで初披露。でもこれはオリジナルメンバーの初ステージ。みんなが初ステージ。そうなんだ。そこで転入してきたの初ステージなのに。なるほどね。いろいろ複雑な大人の事情なんでしょうかね、わかりませんけれどもね。じゃあ続いてそんな東京アイドルフェスティバルがありまして、大ちゃんが夢に向かってを期間限定配信と、そして11月28日初単独ライブ桜学院祭2010を開催というね。この時まだ田口他のメンバーまだいなくて、確かその時僕初めてでした。まだもあちゃんって言われてました。いや、そうですね。名字じゃなくて、今先生として菊池とか水野とか呼んでるんですけど、あの時はまだもあちゃん、ゆいちゃんみたいな。それ言わなくていいでしょ、別に。キャラ設定崩れるようなことやめていいですか。確かにね、僕迷ってたんですよ、君たちとの絡み方がね難しくて、でやっぱりこうなんていうんですか、ちゃん付けで呼んでで、しかもこの僕みたいなビジュアルな人がやっぱ気持ち悪いなって自分で見て思って後でね、そこはもうちょっとあえてこう名字にさせてもらいました。僕のことをいじるのはやめてください。さあ桜学院祭がありまして、さらにありますか、その次が2011年2月12日原宿アストロホールにて2回目の単独ライブがありまして、そして4月27日に初のアルバム桜学院2010年度メッセージをリリースというアルバムね。これいろいろ特典映像とかもね面白かったりね。この時のこと覚えてますか？アルバム、最初のアルバムですよね。そうですね。緑の買ったよね。買った。何、田口たち？そう。まだ入る前に。入る前に買って。サバン？でもサバン。9番買ってた。それは何、買わなきゃいけないんですか？君たちもやっぱり。それで交換してみたんですよ。そう。なるほど。どうでした先輩？その時はもう決まってたの、桜学院に入ることは。決まってたから買ったのかな。バレンタインライブのリハーサルで初めてみんなに会いました。そうだ。そうなんだ。そう。じゃあ決まってんのに買わされたんだもん。それもらったりしないんだ。もらったし、買いました。自分でも買ってね。どうなの、そのメンバーの中に入る気持ちみたいなのどうでしたか？特にだってもう特にねえのか、おい。磯野マジか、お前。やばかったよ。本当にもうね、生きてて一番緊張して、もう何も喋れなくなるって思った。私しかもだってさ、せっかくさ、今までさこの10人でやってたのにさ、自分たちが入るってなるとさ、
なんか嫌がられたらどうしよう。実際嫌だったメンバーいます？歓迎してました皆さんちゃんとその後入ってくる。初め嫌だったよね。でもどうなの？お前そんなネガティブ？嫌だなあの子のパッツン前髪嫌だなみたいな。嫌かな？リアルにどうだったの？菊池とか。でもやっぱり私たちは10人でずっと活動してきてたから、正直転入生が入ってきてどうなるかも分からなかったし、この関係を築くのがすごい大変だったので、入ってきてどうなるかもすごく不安だったんですよ。でも入ってきて本当に花とリノンが最初の転入生じゃなかったらなんか転入生制度を受け入れてなかったっていうか。なるほどね。そこにもしノツが来てたらすごい嫌だったなみたいな、こういうタイプくんの嫌だなみたいなな、そういう感じだったな今な、生徒会長もな。そうだね、ちょっと今、誤解を招くなあ、ノツ今の厳しかったなとか言って。でも本当2人がすごい過ぎてて、そうね。そう俺でも最初ね転入生来るって聞いて、1人はおとなしくて1人はふてぶてしいって言われて来ました磯野が入ってくるのが心配でしょうがないっつってペースを乱すんじゃないかって職員室の皆さん思ってたみたいですよ、磯野が入ってきたら。そうなんだ。本当にうなずいてる。なんでうなずいてる。うなずいてる。人見知りすぎて、人前で何か発表するときに必ず泣いてました。嘘でしょ。本当に無理でした、本当に。人見知りっていう印象ないよね。それは人見知りじゃない？人と喋るのが無理でした。嘘。喋りかけないでくださいってオーラ出して。でも俺も覚えてる、楽屋で田口だけは話してくれてんだけど、磯野と俺半年ぐらいちゃんと口聞いたことないの。でも先生を知らなかったんですよ。いや、いるんだから知ってるでしょ。いや、楽屋入った瞬間この人誰って思って。いや半年間楽屋にいるやつを無視し続けるってどういうことだよ本当に。途中から先生ってことに気づいたんです。ずっと何だと思っていたの俺のことを。誰かなって思ってたんですけど。誰かなと、舞台上にいる明るいおじさん誰かなと思ってたんだ。だったらうなずけるわ。どうも不審者扱いされてるなと思ってましたけどもね。さあちょっと年表に戻りますか。まだノツがね入ってないですね。アルバムがあって、そうか、リリースあって、トゥインクルスターズがメジャーデビュー7月23日に、桜学院2011年度ニューデパーチャーで、田口磯野が転入と、その後にセカンドシングル「ベリッシュビッツ」というね、シングルを発売しまして、じゃあ次のページいきますか。2012年、すみません。さあこっからですよ。実は桜学院がなんか急にうねりというかいろんなことがね、起こり出すんですけど、ここで初めてこう卒業生が現れるわけですよね。桜学院のシステムはね、中学3年生になったら必ず卒業して、それぞれの道に進むというね、本当に学校みたいな、感じでございますけれども、それどうだった？卒業する人を見送る感じ、でどうでした？気持ち的には。でも最初は全然実感がなくて、なんか卒業って言われてるけど本当に3人が卒業するのかなって半信半疑の状態だったんですけど、なんかしかもさ3人なんかすごかったじゃん。グイグイだったじゃないですか。いなくなるのはもうちょっと信じられなかったよね。なんかもしかしたら留年とかあるのかなとか本当思ってた。そうですよね。それこそね水曜日を担当する武藤とかね、頭が本当に悪くて俺はもう本当に留年させた方がいいんじゃねえかと、こいつ卒業させて世に出しちゃダメなんじゃねえかと思うぐらいのね人でしたからね。ちなみにその卒業ライブ転入生見に行きました。そうなんだ。ノツは見に行って、どういう感想を持ったの？いや、眠かった。眠かった出た。感動のライブに眠るやついるんですか？わあ大物だわ本当。よく入ろうと思ったな桜学院な。でもちょっとあるじゃん、プレッシャーとしては。その人たちが抜けた穴を私たちが埋めるみたいなことでしょ。だってその次のね転入生がノツとオーガと杉本、杉本はねちょっと途中で自分の道を選びましたけれども、その時そういうのプレッシャーとかなかったの？いやでもなんか、ただ単に桜学院に入るって決まった時は、やったアイドルになれるみたいな感じで嬉しかったっていうだけで全然プレッシャーとかはなかったです。プレッシャーなかったんだ。すごいね。入ってきたばかりでしゃくれてる猪木さんをねイメージしてるんだよね。どうでしたか？その入ってきたノツ最初の印象とか。
でもさ、いいよ、田口どんどん喋ってよ。だってさ、その代の転入生、まあ今は大丈夫だけど入ってきた時にさ、あんまり練習してこなくてラウちゃんが超怒っててラウダがね。そう確かに聞きました。この代のメンバーはそれこそ磯野じゃないけどふてぶてしいというかだっていっぱい振り付けをねやんなきゃいけないのに全然練習してきないっていう噂は聞きましたよ。なんだそれは、どういうことだのつ。練習はちゃんとしてました。あ、センスがなかったですか、そのセンスね。転入生同士で集まって練習とかもしましたし、してたんだ。してたんですけど、多分本当にセンスがなかったんで。センス、いやごめんなさいね、そんな言い方をね。なんと花なんて路上で練習しましたよ。え、路上で練習した。家でやれよ、なんで路上なんだよ、あえて。路上で音楽かけてそう練習してました。その周りの人とか見られなかったの？見られましたよ。見られたの？ダンス上手ねって言われました。ちょっとなんかかわいそうなね人を見る目で見られてたかもしれませんけどもね。さあすいません、じゃあどんどんまた年表の方を見ていきますか。すいません、いろいろ。そうですね、まあ卒業というね、ことがありまして、これ今でもあったりするの、卒業生とかは。全然あります。あるんだ。じゃああんま寂しくないんだ、その辺は。そうですね。水野なんか言いたいことがあった？私は寂しいんだと。卒業生がいなくなって。それはもうやっぱりそうなんだ。でもまあ今年はね、もうすぐですか。3月にここにいる4人が卒業するという。いい機会ですよね、こういう番組でみんなね、このね、桜学院ってやっぱなんかイベントが少ないでおなじみだったりするじゃないですか。なんかわかんないですけどね、まあ一回一回のライブを大事にしてるから、こういう場面でね、どんどん柔らかくしてねいきましょうよ。はい、さあそして卒業で野津が転入してきたと。はい、そして中本鈴香ね、が生徒会長になりまして、堀内まりなが副生徒会長、飯田ラウラが副生徒会長に就任したということですよね。そう、中本はとはどうですか？特に君らはしょっちゅう会ってんじゃないの、中本。だいぶ会いますね。どうなん、あいつ元気してんのかい？超元気ですよ。全然変わらないです。変わんないんだ。相変わらずちょっととんちんかんなことを言い続けてる感じですよ。あれすごいよね。ベビーメタルの何がすごいって、やっぱり中本をうまくこう喋らせないっていうのがすごいですよね。喋るともうイメージが崩れる可能性がだいぶありますからね。もう全然違うんですよ、舞台上とね裏とではね。でもいろいろ活動もしてるわけでしょ、3人で。イラッとすることとかないですか、その3人で一緒にいて。でも1回だけベビーメタルの曲の中で「メキツネ」っていう曲があるんですけど、その曲の最中にどこだったかな、どっかのフェスに参加してる、海外のフェスに参加してた時にキツネのお面を投げるシーンがあるんですけど、その投げるシーンでも頭にガンってどういうコントロールなんだあいつ。なんでしょうね、運動音痴なのかな。運動音痴なんですよあいつね。歩くのもままならないらしいですからね。後ろ飛びとかもエビみたいになったりする中本ですからね。まあそんな生徒会長のもと第2ステージというかね、第2期の桜学院で始まりまして、はい、そして続いてどうなるんでしょうか。東京アイドルフェスティバルで、テニス部が発足とね。テニス部はこの中いますよね。テニス部どうですか。今活動停止状態でどうなってるの？去年の卒業生がテニス部とかに入ってて、それで部長がいなくなっちゃったんで活動ができてない状態なんですけど、これは部員の不祥事ではないんですね、別にね。活動停止になってるのはね、メンバーが今ちょっといろいろね、新しい部員を募集してたりとかする段階でね。とりあえずラケット振り回して踊ってるって感じの部活です。雑だなお前。ある桜学院愛ある、さっきから君。あります。ありますね。さあ続いてじゃあどんどん見ていきましょうか。これ今もうだいぶ時間がねもう経ってますけれども、どんどんいきましょうか。お、今カンペが出ましたよ。いろいろ昔の写真とかも振り返りたかったんですけど、それが今トラブルで中止になりました。言っちゃいますけれども、いろいろバタついてますねスタジオ。そして、2012年、科学部が発足と。科学部は磯野ですよね。科学部は大丈夫ですか。科学部は振りとかがすごい細かくて揃えるのが大変だったんですよ。だからすっごい話し合いとかもして、ここの表情はこうしようとかたくさん
3人で話し合いをして、本当に2人がすごすぎて全然ついていけなくて、あ、その堀内と佐藤は結構すごいんだ、だからめっちゃ泣きました。本当に。でもね、原が初めて科学を見た時に一番ダンスうまいなって思ったのにの。いや、ありません。そうなんだ。逆にじゃあもう堀内の立場がなくなってきましたね、そこはね。でも磯野ってさ、よくライブを来てくれる方はご存知だと思うんですけど、卒業式で唯一泣かないんですよね。はい。ただ普段めちゃくちゃ泣いてんのお前は。いや、なんか悔しいことがあるときます。あ、悔し涙、その寂しい涙よりもそっちの、男気がある感じなんだな、磯野っていうのはね。はい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 。さあ続きまして科学部の後はどうなっておりますか。4枚目シングルは「ワンダフルジャーニー」をリリースということで、10月1日科学部の名前が決定。他になかったんですかねこれ。この2012年こんだけしかない中で名前が決定っていうのニュースになるんですかね。しかも先にテニス部の方が先にできたんですけど、なのになぜか後にできた科学部の方が名前決定しちゃって、なるほどね。テニス部はずっと名前が決まんなくて。なるほどね。ノッツって結構そういう不憫な思いしてますよね、いっぱいね。根に持ちますよ。テニス部寂しい感じになっちゃったんですね。はい、そして続いて、そして一応ありますね。テニス部の名前が決定、桜学院祭2012年でパステルウィンドというね。これはどうでもいいでしょう、じゃあもう。はい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 。続いてどうなってます？続いてどうなってます？はいはいはい。もう僕が続いてどうなってますっていうたびにね、あっちがもう慌ただしくなるからね。スタジオの方が出ました。1月9日ベビーメタルがメジャーデビューということですよね。ベビーメタル、すごいよね今ね。今というか今更ですけど、君らってどうやって生きてんの？ベビーメタルでさ、なんかもうその全世界回りながらさ。でもなんかベビーメタルは私たちにとって、なんか桜学院を広める武器っていうか、なんか私たちが活躍することによって桜学院をベビーメタルを出したのは桜学院なので、私たちが桜学院を広めたいなっていう気持ちはずっと2人の中で。すげえ。桜学院にこの活動をすることで還元しようという思いがある。はい、もちろん。素晴らしいですね。だってすごいでしょ。はい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 。じゃあ続いていきましょうか。はい、わかりました。はいはいはい、ちょっとね、いろいろちょっとざわついておりますけれどもね、マイグラディエーショントスがリリースされまして、続いて3月31日に、ロードトゥグラディエーションファイナル桜学院2012年度卒業で、中本と杉本が卒業するという。毎年別れがありますからね。そうノッツとかはどうだった？杉本とか一応同期だったけども、そうですね、抜けてしまう時の気持ちとか。なんか本当卒業式のもう1ヶ月ぐらい前に、本当寸前に杉本まりりが卒業するっていうのを聞いて。あ、そうなんだ、知らなかったね、ずっとね。だからなんかもっと一緒にいる時間大切にできたのになってだいぶ雑に過ごしてしまったわけですね。だいぶ絡み方を適当にやってしまったんですが。そういうわけじゃないです。ただ性格が大雑把なだけです。それノッツがですか？はい。それ大体伝わってきますけどね。もう顔でねフォローしてますけど、すごい雑な人なんですよね、ノッツさんはね。さあ続いて、卒業がありまして、またここでメンバーが5月に転入してくると。白井山出、白井咲と山出愛子がね。そして堀内が生徒会長になりまして、飯田がパフォーマンス委員長、杉崎がトーク委員長、佐藤がムード委員長と、毎年そのなんかね役職がねいろいろあるんですよね。はい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 。さあいつもどうなんですか？役職をもらうじゃない、生徒会長、パフォーマンス委員長。違います？プロデュース委員長。ごめんなさい。いや俺水野がそういうのをやると俺すげえ叩かれやすいからね、これ本当に。まあね、プロデュース委員長、PI 委員長、トーク委員長、それどうやって実践してってます？なんか日々こうなんかプロデュース委員長って、確かに名前から聞くとそんなわかんないですけど、日々そのプロデュース委員長のためにやってることとかあるんですか？任されてるお仕事は、セットリスト
セットリスト、曲順ね、ライブのセットリストを毎回考えてます。がプロデュース委員長の主なはい。仕事。はいはい。あと気合委員長は何ですか？気合委員長は、はライブの前にうんエンジンを組んだり、うんあとはレッスン中に気合を入れたり、はいはいはい。気合入れるって例えばどうやるの？レッスン中に気合入れる。どうやってやるんだかわかんない。分かってねえのかよ。じゃあ何を入れてんだよお前は。よくねみんなライブ前で背中を叩き合ったりしてますけど、俺一番よく見るのが田口が一番背中を叩かれてるのを見ますけどね。先生にクッてやって届けるし気合を入れられることをねよく見ますけれどもね。あと食器も、はい話し合いの時の食器もあ、初期ね。気合委員長の割にそういうちまちましたこともやるんですね。そうそれは一番それが気合委員長という。はい。そしてトーク委員長。はい今日はね全く毒舌しか吐いていないトーク委員長。はい、トーク委員長はですね、基本的にライブの MC、途中の MC とかの流れを全部考えて、うん。なんかあの子にこのセリフを言ってもらおうとか、あそういうことを考えてます。トーク委員長が割り振ってるわけ？そのおしゃべりのそうですね、はい。じゃあ結構後でこう反省会とかもするわけ？トーク委員長仕切りで。でもリハーサルでここはちょっと NG ワードだから入れないでみたいなこととか。誰が何を言ったんだろうそのリハーサル中に NG ワードをね。はいはいはい。ちなみに今日のトーク。はい。このまあもうずっとこのね今30分ぐらいもう喋り続けてますけど今日のトークどうですかトーク委員長は。なんかちょっと長すぎませんかね。俺へのダメ出しじゃねそれわかんないけど確かにいっぱいコーナーとかあんのにもうね45分とか50分ぐらいにはねこの番組終わるという予定ですからはい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 じゃあ行きましょうかはいどんどんじゃあ次の歴史をはいもうこの辺はまあ最近の出来事ですからはしょっていきましょうかでね3周年記念ライブで武藤あやみがサプライズ登場というのがありましたりとかねはいじゃあ続いて2014年はい2014年いってみましょうかはいまたメジャーデビューですねはいいいですよいいですよこういうところを対処するのがトーク委員長ここはいさあ2014年ジャンプアップ小さな勇気をリリースしましてでまあその菊池たちの代の1個上の堀内飯田杉崎佐藤が卒業したと、これがねなかなかちょっと桜学院のこうらしさというのかまあみんなやっぱりこうさこうね女優になりたいとか声優になりたいとかの中で杉崎っていうのはもう看護婦になりたいと言って卒業していくという本当の学校みたいなね感じでこれは俺はすごくなんか素晴らしい決断というかそのやる中でいろいろ見つけたんだなと思ったりもしましたけどねだからもう君らもそろそろ進路を俺これ取っとこうごめんなさい今売りたくないけどやっぱ考えたりはしてますかいやでもなんかさ今までずっと桜学院のために生きてきた桜学院のために生きてきたんですね菊池は水野も桜学院のことだけを考えて僕もですですよねです生きてきたので正直この先何をやるのが一番いいのかとかもまだ全然決まってないですねなるほどねもう全部桜学院中心の生活だったので、そうなんだそれがなくなるって思うと何があるんだねどうしよう暇になっちゃったらやだ暇になっちゃったリアル学校ちゃんと言ってるこの2人できると思うよこの2人勉強できるの？じゃあそこの進路もちゃんとね視野にも入れないとねノツは心配ですね本当にねゆなの平均だよ平均ですけど学年末テストでいつもひどい成績をね取ってるノツですから本当にだって学年末テストは一般常識じゃないですか桜の学年末テストはだからその一般常識がちょっとないだけで学校のテストは大丈夫です一番ダメじゃねえか一般常識ないやつお前と絡むの怖いわお前大人になった時に本当にねそういうこともねじゃあ徐々にそれはいろいろ今後聞いていきましょうかねその進路のことなんかはねそして続きまして先ほど言いましたそれぞれのね5月5日に転入式で今度倉島沙羅と岡田めぐみが転入してきましてそこから新体制ね菊池生徒会長をはじめとするさっき言ったそれぞれの役職に就いたとそしてその後9月にプロレス同好会発足しましたね
プロレス同好会、ちょっと不思議な感じですけれども、はいはい、ここにいますね、プロレス同好会ね、誰ですか？そう、田口と磯野。まあ簡単に言ってください、プロレス同好会何ですか？プロレス同好会は、はい、花がずっとプロレス好きだったんですけど、やってくれる人がいなくて、タッグパートナーとか言って勝手に誘って、勝手にそしたら本当にね口に出してずっと言ってたら、願いがね叶ったの。あ、そうだね、田口はずっとねライブでもプロレスが大好きでずっとそのプロレスラーの言葉を引用して自己紹介とかしてて、早く出させてください。なんだ出していいよ、何そのまたお前ノツにかぶしたらノツが怖いから、ノツのプレッシャーが、これすごいタワーレコードのねポスター、ついにこの真ん中にいるのはどなたですか？岡田和親選手。声を張りなさい岡田和親選手ね、ずっと憧れてて、この人が好きでもうこの人の言葉をね。本当だよ、だってね東京イベントにね来ちゃったんだよ。すごいですね。滑舌悪い。滑舌悪い。興奮するとダメな、本当。自ら菊池の立場になってやるよ、お前。この状態でお前岡田さんに被らないように。すごいね。じゃあこれが本当に今ね、桜学院に徐々に小銭を降らしてるわけですね、ちょっとね。こういう仕事が増えたりとか、素晴らしいと思いますよ。こうやってどんどんね、自分の仕事の幅が広がっていくということで、そうかそうか、そういうのもね、もしかしたら進路に取り入れたりしてもね、面白いですし、磯野はどう？楽しんでやってんの？いや楽しいですよ。プロレス同好会？絶対楽しくねえテンションで言ったらいいかな。いやなんか本当に選手の人たちがもう大きくて。大体大きいだろ。大きさだけ？すっごいびっくりしたんですよ。マジで？あと結構前向きなレスラーの方とかの話とか聞くと勇気づけられますね。さ、俺ちょっと小耳に挟んだんだけどさ、2人でなんか対談とかしたんでしょ、そのプロレスラーの方と。そうで磯野がさ「痛くないんですかね?」みたいな感じのさ質問をさ、すげえ空気読まないで言ったっていうの聞きましたよ。ビンタが痛いって聞いたから言ったら本当にビンタされそうになりました。危ねえ危ねえ。桜学院ねビンタ NG ですもんね、さすがにね。アイドルにビンタするプロレスラーなかなか見ませんけど、ちょっとねここで悲しいお知らせというか、本当今日ね4つぐらいコーナーがあったんですよ。本当ですよ、いろいろ。ただもうエンディングのお時間です。大丈夫、もう緊張終わったもん。またさ、俺喋りすぎちゃったわ、この感じ、ヒヤヒヤして。大丈夫でした？楽しかったですよね。結構早くない？早いですね。ねえ、どうしよう、まだ話してないこと。もうエンディング。ノツなんだ、ノツなんだ。プロレス同好会と同じ時期に購買部もできました。購買部？はい。それは言わなくてもいいですか？それは。そう。どうした水野？なんか言いかけた？さっき乗ってたんですけど、先生プロレス同好会しか行ってなかったから。お前俺を責める時だけ常設になるんじゃないよお前。購買部もそうか、同じ時期にね。はい。じゃあ言ってくださいよ、購買部の良さ。購買部の良さですが、ですね、桜学院の物販が購買部ができてからちょっと良くなった。あ、マジで？良くなったっていうのをマネージャーさんから聞きました。うなずいてる。いやただ本当にね、購買部ができてからね、もうノツのトークがねもう金にまみれていて、もうトークで金よく、これがねおなじみのポーズですからね、購買部の。花がなんか言いたいって。何田口何が言いたいの？やばいですよ。パス回しうまくいってますか、ここ2人プロレス同好会？何田口どうした？桜学院に金の雨が降る。もっと張ってくれよお前、頼むからよお前。そうか、かぶってんだな、これとこれがな、なんかな。どういう学院なんだ、もう本当に金の話ばっかりね。はい、もう時間がないですか？あとやっとくことは何ですか？もうエンディング、はい、帰りの会でございますけれども、はい、ちょっと感想言っとく？それぞれの感想聞きますか？じゃあねえ、とりあえず感想聞きましょう。どうですか？一人ずつ言うか。おしっかりいいよ、耐える。俺この沈黙耐えてみせるよ。この生放送感で行こうぜ。でも最初やっぱりすごい緊張してたけど、でもだんだんすごく楽しくなってきて、これからもっともっと桜学院の良さを皆さんに伝えられたらいいなってすごく思いました。まとめてきたな、のつな。トーク委員長が初めて仕事をした瞬間でしたけどもね。他は何かありますか、感想？
生放送が桜学院初めてなんですよ。あ、そうなんだ。だからなんか生放送ってこんななんだなっていうのをそうだね。知りました。いろいろトラブル楽しくない？なんかね。はい。こう見てる方はどうだったんですか？これ見るに耐えてたんですか？これは。こうすごいお偉いさんはうなずいてますけれども、来週から首飛ばされてるとかやめてくださいよ。その辺はちょっとね、桜学院起用したやつは誰だっつって責任取らされるみたいなね。あと俺が消えてる可能性もありますからね、来週からね、わかんないですけどね。はい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 。いい、じゃあ菊池も言っとけよ、もうなんか見てる方に。はい、この番組によってさっき宇野が言ってた通り、多分いろんな方が桜学院のことを知ってもらえるって思って、それがすごく嬉しいのと、私たちまだ桜学院はあと5人いるので、その子たちのなんか面白いところを見ていただけたら、この番組によっていろんな引き出しを開けていただけたら嬉しいなって思います。そうだね、そうだね。じゃあ最後さ、その引き出し開ける意味でもさ、水野に1分間喋ってもらおうよ。水野が最後締めるみたいなさ。いいね。本当に大丈夫大丈夫。水野の絵は持つから、意外とこうほらこうやって。あ、じゃあ1分間。1分間。笑顔いや、正気かお前、すげえなお前な。まあでもほら告知とかもあるでしょ。プロデュース委員長からこうなんか告知とかさ、言っとこうよ。告知。3月4日に花の誕生日なんですけど、仰げば尊しをリリースします。仰げば尊しがね、次のニューシングル。はいはい。DVD シングルになってるんですよ。DVD シングル。じゃあ映像も楽しめる内容になっているというね。水野がずっとこういう揺れながらのトークがね、すごいですね。もじもじしながらね。揺れるんですよね。いや、お前が揺らしてんだもんね。揺れてるわけじゃありませんからね。はい、他に何か言いたいことないですか？もう終わっちゃいますけど。なんだこの。そう。もうそろそろ終わってくれっていうことです。終わってくれって。のつが空気を読みましたね。はい、でもまあ毎週やりますし、公開授業とかもね、これからいっぱい控えてたりしますし、まあ卒業式に向けてのライブもたくさんありますんで、なのでぜひ桜学院で知ってください。そして絶対損はさせませんよね。はい、この子たちを好きになって、そしてまあちょっと短い間かもしれないけど、卒業をぜひね、見送っていただきたいと。本当にまあみんなね、桜学院の父兄さんと呼んでるんですけどもね、その来てくれてる優しい皆さんをぜひ父兄さんになっていただいて、ちょっと見届けてね、いただきたいと思います。さあということで、じゃあ、以上でございますね。桜学院の放課後学んでマンデーでございました。じゃあ田口最後一言。